2025年発売のタミヤ最新キット48分の1アメリカ軽戦車スチュアートを製作します。タミヤ最新の技術が詰まった精密さと組み立てやすさで初心者にもマニアにもおすすめのキット。時短テクを使って手軽にかっこよく組み立てていきましょう。ぜひ最後まで見て購入や製作の参考にしてください。神楽坂です。今回作るのはタミヤ48分の1ミリタリーミニチュアシリーズアメリカ軽戦車 M5A1 スチュアート。2025年1月発売の最新キット。まずはパーツカット。ブレード1ニッパーでパーツを切り出し、48分の1という小さいスケールかつ軽戦車ということでかなりコンパクトなキット。可愛らしさすらあります。タミヤの最新のキットということで、組み立てやすくて初めてのスケールモデルにもおすすめのこのキット。できるだけ時間をかけずにかっこいい仕上がりを目指してみます。各工程で時短テクを紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。残したゲートはアルティメットニッパーで2度切り。ゲート跡はほとんど目立たないように場所が工夫されています。さすがのタミヤクオリティ。車体上面のパーツはアンダーゲート。2回に分けてしっかりゲートをカット。目立つゲートはマジスクで削り落としてカンナ掛け。時短のためにヤスリは使いません。ヤスリ掛けに時間を費やすほど人間の寿命は長くないんですよ。金型同士の合わせ目部分にできるパーティングライン。これもマジスクでカンナ掛けして消します。少し古いキットだとホイールの真ん中にパーティングラインが出ますが、最新のキットはパーティングラインがエッジに来るので目立たない作り。金型からランナーを外すときにできる押し出しピンマット。浅いのでこれもマジスクのカンナ掛けで十分。一通り切り出しが終わったらパーツを整理して掃除機かけて組み立てに進みましょう。車体に仕込む重り。新幹接着剤アロンアルファで接着。車体家具から組み立て開始。タミヤの流し込み接着剤で接着。流し込み接着剤と新幹接着剤の2つの使い分けで組み立てていきましょう。車体下部は2023年発売の M8 自走榴弾砲の流用ランナー。M8 自走榴弾砲はスチュアートの車体に新しい砲塔を設計したもの。だから実際の歴史と逆の順番のバリエーション展開ですね。軽戦車は歩兵の支援や偵察任務を目的とした戦車。火力や走行は強くなく、戦車との戦闘は苦手。その分スピードが速くて小回りが利きます。アメリカ陸軍は初の量産型軽戦車として M3 軽戦車を1941年に完成させました。M3 軽戦車は飛行機用の空冷星型エンジンを使っていたため、戦争が激化すると飛行機のニーズが高まり、M3 軽戦車はエンジンの変更が求められました。そこでエンジンを自動車用のキャデラック製 V 型8気筒エンジン、いわゆる V8 を2機に変更されたのが M5A1 軽戦車です。V8。その他にも車体形状をリベット止めから溶接式に変更して走行の強化がされました。M5 軽戦車は1942年11月から生産が始まり、北アメリカ戦線、ノルマンディー上陸作戦、南太平洋戦線などで活躍しました。ヨーロッパ戦線ではドイツ重戦車に勝てないので主に偵察任務で活躍。日本には強い戦車がいなかったので南太平洋戦線では無双しました。車体下部の組み立ては一旦ここで完了。車体上部の組み立て。ここからがこのキットの新規ランナー。パーツの一部は凹凸と鋳造表現が入っていてリアルな質感。戦車の製作は組み立てと塗装を行ったり来たりすることが多いですが、時短のために無理やりエアブラシ塗装を一度にまとめます。なので塗装する色が同じパーツだけを接着しましょう。ホイールやキャタピラは車体と塗装する色が違うので組み立ては後回し。箱型が組み上がると戦車の形になってきましたね。車体部品の取り付け。この辺のパーツは後で筆塗りで塗り分けるので気にせず取り付けちゃいます。前に戦車作った時はこの工程で何個かパーツなくしたので慎重にいきます。塗ってから取り付ける方が綺麗に塗り分けれるでしょうけど、先に取り付けちゃった方が持ちやすいしパーツがなくなる心配も減りますよね。それに吉本プラモデルチャンネルでプロモデラーの桜井信之さんも先に車体色に塗った上から筆塗りした方が色が馴染むって言ってました。小さいパーツは持ち手代わりにランナーを残したまま取り付け。接着後にランナーを切り落とし、パーツの切り出し中に折れちゃったパーツ、取り付けしつつ折れたところを接着します。両面テープを爪楊枝に巻きつけて持ち手にします。落としてなくしそうな丸いライトのパーツをこれで取り付け。無事パーツをなくさず車体部品の取り付けに成功しました。いい感じですね。砲塔を組み立てましょう。スチュアートの主砲は 37mm M6 戦車砲。比較的小さい口径で
ドイツとイタリアの中戦車までには有効でしたが、ティーガーなどのドイツ重戦車には歯が立ちませんでした。スチュアートは4人乗りで、車長が総天守も兼任。主砲の横には 7.62mm M1919A4 機関銃。主に歩兵からの防御用。同じ機銃が車体前面にも一丁。さらに砲塔上部にも一丁。ですがこのキットのように砲塔上部のマシンガンは 12.7mm M2 ブローニング銃機関銃に変更されることもありました。M2 ブローニングはもともとは対空用の武装ですが、対歩兵用にも使用されたベストセラーマシンガン。フィギュアの組み立て、車体にちゃんと密着するように腕の位置を調節。2014年からタミヤは実際の人間を 3D スキャンしてフィギュアを作っていて、毎年クオリティが上がり続けてます。タミヤのホームページでこれまでのキットと比べてみればわかりますが、今回のスチュアートのフィギュアは明らかに1段階レベルが上がってます。50年以上の歴史があるミリタリーミニチュアシリーズの最新作を今でも買うべき理由はこのパーツだけでも十分ありますよ。エアブラシ塗装をしていきましょう。車体はミスターカラーオリーブドラブ2で塗装。時短のためサーフェイサーやプライマーなしで直接塗ります。戦車の塗装は下地に実際に錆止めとして塗られる色のオキサイドレッドを塗るのがメジャー。今回は塗装が剥げたところに見えるオキサイドレッドの色はウェザリングの段階でスポンジチッピングで再現するのでノープロブレム。ホイールをメカサフスーパーヘビーで塗装。ホイールは側面だけオリーブドラブなんでマスキングしましょう。コンパスカッターでマスキングテープを丸くカット。さらにその周りをデザインナイフでカット。これを使ってホイールの側面をマスキング。マスキングができたらオリーブドラブ2で塗装。マスキングを剥がします。プラモ製作の中でもトップクラスにエクスタシーが高まる瞬間。バッチリですね。キャタピラは車体と色が違うので取り付ける前に塗装しなきゃですが、パーツ一つずつ塗装するのは面倒なのでランナー塗装で時短。最小限のランナーだけを残すことで塗装後にゲート跡が極力目立たないようにします。キャタピラは指定色ではタミヤの立体色ですが手持ちにないのでガイアカラースターブライトアイアンで塗装。正直ちょっと色が違いすぎましたね。ワイヤーロープを塗装しましょう。キット付属の紐を説明書通り13センチの長さにカット。これもスターブライトアイアンで塗りました。フィギュアメカサフヘビーで塗装。フィギュアは塗り分けはサボってグレー一色できます。造形がいいので下手に塗り分けるよりウェザリングで陰影を強調する方がかっこよくなってくれるはず。筆縫いやっていきましょう。金属部分は水性ホビーカラー国鉄色。筆はゴッドハンドの紙筆、面相筆 S。説明書の指示ではメタリックグレーとガンメタルの2種類ですが、横着して国鉄色だけで筆塗り。木の部分は水性ホビーカラーウッドブラウン。砲塔の扉を水性ホビーカラータイヤブラックで塗装。ライトをタミヤエナメル塗料クロームシルバーで塗装。後部のライトはタミヤエナメル塗料レッドで塗装。はみ出した部分はエナメル用薄め液で拭き取り。このパーツだけミスターカラーのオリーブドラブ2で筆塗り塗り分け。ラッカー系塗料の筆塗りは健康に悪いので手早く済ませます。組み立てに戻りましょう。M3 系戦車と M5 系戦車は共にイギリス軍ではスチュアートの愛称で呼ばれました。アメリカ南北戦争の南軍のスチュアート将軍にちなみます。他にも乗り心地がいいことからハニーの愛称でも呼ばれました。なんで乗り心地がいいとハニーなのかはよくわかりませんでした。下ネタですか？戦車製作の最難関、キャタピラの取り付け。曲線部分のパーツは一枚一枚分離していて、直線部分のパーツは一体化している方式。まずはパーツを整列。次に流し込み接着剤で接着。接着剤が乾く前にキャタピラを車体にぐるっと巻きつけ。これが難しいんだよな。今回もちょっと失敗して隙間ができちゃいました。これで車体家具はほぼ完成ですね。グローサーを砲塔に取り付けます。これはキャタピラに取り付ける滑り止めだそうですよ。これで砲塔もほぼ完成です。デカール貼っていきましょう。まずはデザインナイフで切り出し。デカーリングクイックトレイを使って湿らせます。貼りたい場所にマークセッターを塗布。デカールが台紙から浮いてきたら貼り付け。濡らしたベビー綿棒で位置調整しつつ、少しずつ水分を除去。デカールがしっかり密着するようにデカール軟化剤マークフィットスーパーハードを塗布。突起部分はデカールに穴が開いていて避けられてます。説明書通りに突起部分はタミヤエナメル塗料ホワイトを筆塗り。残りのデカールも貼っていきましょう。ガイアカラー EX フラットクリアプレミアムを全パーツに塗って塗膜を保護。
それではウェザリングやっていきましょう。軽めの用紙にしていきます。時短のためタイパのいいウェザリングだけやりましょう。タミヤスミレ塗料ダークブラウンを使ってピンウォッシュ。パネルラインなど凹凸のある部分を狙ってスミレ塗料を塗ります。乾いたらエナメル溶剤を染み込ませたベビー綿棒でざっくり拭き取り。次にスポンジチッピング。最近発売されたスポンジチッピング用のスポンジポンポンを使ってみます。塗料はタミヤエナメル塗料レッドブラウン。スポンジに塗料をつけた後、キムワイプで塗料をあらかた拭き取ったらスポンジで叩きます。専用スポンジなだけあっていい感じのテクスチャーがついてくれます。ちなみにこのスポンジは劣化が起きるためエナメル塗料の使用は推奨されていないのでご注意ください。塗りすぎたところはエナメル溶剤で拭き取ってリセット。デカールの上にチッピングするとデカールの段差がごまかせるので効果的ですね。タミヤエナメル塗料バフを使ってドライブ足。筆はゴッドハンドのドライ筆。外れるくらい塗料をキムワイプで拭き取ってからエッジなどを筆ではたいて少しずつ色をのせます。このキットの公式見本はすごく上手にドライブラシがかけられていて、それを目指してみたんですけど同じようにはいきませんでしたね。フィギュアのドライブラシは大満足の出来。陰影が強調されてかっこよく仕上がってくれました。次に最終組み立て。車体の上部と下部をドッキング。ワイヤーロープを取り付けます。まず紐とプラパーツをアロンアルファで接着。ここもパーツが細かいので慎重に。ワイヤーを車体に取り付け。ワイヤーを車体に這わせたらアロンアルファでしっかり密着。後頭の扉を取り付け。ここで一旦艶消しトップコート。ウェザリングをしっかり保護。後頭を車体に取り付け。機銃を砲塔に取り付け。最後にフィギュアを乗せたらアメリカ軽戦車 M5A1 スチュアート完成です。生成 AI を使って動かしてみます。ランウェイという AI を使ってますが、最近アップデが入って戦車をかなりリアルに動かせるようになりました。余談です。2025年は3月8日、大阪日本橋上新タミヤワールドに行ってきました。お目当てはタミヤ新商品の展示。35分の1フランス系戦車 H39。鋳造肌がリアルでかっこいいですね。もうすぐ発売です。モデラーズコンテストも開催されてました。今回作ったスチュアートも展示されてました。この時に見た目の可愛らしさにやられて買っちゃったんですよね。以上、タミヤ48分の1ミリタリーミニチュアシリーズアメリカ軽戦車 M5A1 スチュアートの制作でした。いろいろ工夫して手早くかっこよく作れたかなと思います。また次の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。神楽坂デイザでした。じゃあね。